いつもご視聴いただきありがとうございます。ゆうちチャンネルです。今回は新型レクサス LBX を試乗してみて感じた率直な感想を皆さんと共有させていただきたいなと思います。前置きとしてですね、お伝えしておきたいことがあるんですけど、私はね、そこら辺にいる、単なる車好きの一般人ですので、これからお伝えする内容はですね、私個人の独断と偏見ありありの感想となります。ですので、参考程度に聞いていただけるとありがたいです。あんまりね、期待しないでくださいね。で、ガチの評価をね、望まれる方は、有名なね、車系 YouTuber さんの動画をご覧いただいた方がいいかもしれません。一般消費者目線のね、感想を聞きたい方のみご覧ください。ということで、皆さん、コンパクトカーって聞くと、実際ね、どんなイメージお持ちですか？世間でよく聞くような、いいイメージだと、例えば、運転しやすそうとか、燃費が良さそうですとか、税金が安くてね、維持しやすいとか、購入しやすい価格とかね、皆さんいろいろとね、思うところがあるかなと思います。逆に悪いイメージだと、ちょっとね、走らなさそうとか、高速の合流とか追い越しがね、大変そうとか、エンジン音うるさいんじゃないかなとか、内装がね、安っぽいなとか、それなりにいろいろあるのかなと思います。今回、レクサスから発売された新型 LBX の開発コンセプトが、本物を知る人が素の自分に戻り、気負いなく乗れる車を目指して作られた車両だそうです。具体的にどういったことかというと、コンパクトサイズなんだけど、走行性能ですとか内外装のデザイン、そして質感も上質で、サイズのヒエラルキーを超えた車を作りたいと、そういった思いで開発陣が一丸となって作り込んだ車が今回試乗させていただいたレクサス LBX になります。LBX の詳しい内外装は過去動画でね紹介してますので、よかったらねこちらもチェックしてみてくださいね。今回試乗させていただいた LBX の評価項目はこちらとなっております。1つ目、走行性能について。2つ目、静粛性について。3つ目、乗り心地と運転のしやすさについて。4つ目、インテリアの質感について。5つ目、車両本体価格460万円というのは妥当なのか。この5つでね、評価していきたいかなと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。まず1つ目、走行性能についてですが、結論、全く不満ないと思います。街乗り走行レベルで、速度域が60キロ程度までの加速は、本当にね、ストレスフリーですね。加速はね、NX と遜色ないくらいね、60キロぐらいまでだったらスルスルスルって加速していきます。LBX は排気量こそね 1.5 リッターなんですけど、車重が1310キロと軽いので、このねパワートレインでもね必要十分なんだなと思いました。で、残念ながら今回はね街乗りメイン走行でしたので、高速走行した時の加速性能とかはねちょっと確認できなかったんですけど、試しにね低速域からのベタ踏み走行をしてみた感じなんですけど、おそらくなんですが、100キロぐらいまでだったら、普通にストレスなくねこのまま加速していくんだろうなと思いました。もちろんですね、ターボ車とかコンパクトスポーツモデルと言われるようなそういった車両と比較すると、ちょっとね物足りないと思われる方もね一定数いるかもしれないですけど、そもそもねこの車両はブンブン回してね走る車ではないですし、加速感がねもっと欲しいっていう人はね LBX をね選ぶとも僕は思わないです。で、レクサスもそれを理解した上で LBX の販売層を決めていると思いますので、普通に運転する限りですね、全くと言っていいほどね、走行性能に不満は出ないと思います。これだけね、ストレスなく走行できて、燃費がね、リッター 27.7 ってね、もうやばくないですか？しかもレギュラーで経済的っていう。で、LBX は走行モードを切り替える設定は用意されてないんですけど、ノーマル状態で、ややスポーティーなね、チューニングに設定してあるみたいですので、あとは、パドルシフトでね、味変かけて走っても、それなりにね、楽しめる車になってるんじゃないのかなと、私は思います。ボディ剛性も高められてますので、ハンドルを切った時のね、車両の挙動も安定してると思います。ですので、ある程度速度がね、出てたとしても、安心してね、ハンドル切っていけるんですよね。続いて2つ目、静粛性についてです。もうね、これは本当に乗って走り出した瞬間にびっ
くりしました。LBX すっげー静かですよ。特にね、強めにアクセル踏むと LBX の静粛性がね、より顕著にわかりますね。で、カタログを見てみるとね、こんなことがね、記載してあったんですよ。一応読み上げますね。エンジンマウントを最適配置し、起動時のショックを低減。エンジン本体へのバランスシャフトの採用により、低回転時のフロア振動を抑制しています。さらに、エアクリーナーホースへのレゾネータ追加による吸気音低減など、エンジン周りの減流対策を施すとともに、排気管ではエンジンからの振動伝達を低減するフレキシブルパイプを採用。メインマフラー容量を拡大し、排気音を低減。また、吸音層と遮音層の2層からなるダッシュインナーサイレンサーは、さらに吸音層を加えた3層構造とし、旧遮音性能を高めるなど徹底したエンジンノイズや振動の低減を実現しました。このようにね、記載されていました。私は素人ですので、こういったメカニカルなことはね、よくわからないですけど、もうね、エンジン音がね、とりあえずかなり抑え込まれているんだなっていう印象が乗った時ありました。よくね、同じ GAB プラットフォームを採用しているヤリスクロスとね、比較されることがあるんですけど、もうね、全然違いますよ。私はヤリスクロスハイブリッドも運転したことがあるんですけど、もう車としてはね、もう全くの別物っていうぐらい違いがあります。というか、もう LBX とヤリクロ、価格帯も全然違いますので、もうヤリクロとね、比較すること自体が、私はね、そもそもおかしいんじゃないかなとね、思っちゃうくらいですね。確かに踏めばね、直産エンジンのサウンドは車内にしっかり聞こえます。でも、その音がね、かなり抑え込まれているんだなってね、もうわかるぐらい静かだと思いました。今回の試乗車はマーク・レミンソンプレミアムサウンドシステムを装着していましたので、必然的にアクティブノイズコントロールが装備されるんですよね。この効果もあるんじゃないのかなと感じましたね。で、実際ここはマクレビがついてない LBX と乗り比べないと正確には何とも言えない部分ではあるんですけど、私の妻もね、これってもう NX と同じくらい静かかもしれないねって言ってましたね。続いて3つ目。乗り心地と運転のしやすさについてですが、LBX の乗り味はですね、やや硬め、若干スポーティーな設定だなと感じました。普段乗ってる NX350H バージョン L と比べると明らかにね、足回り硬めだと思います。じゃあね、その硬めっていうのがゴツゴツな乗り心地なのかっていうと、そうではないんですよ。で、私的にはね、こう若干下からコツンコツンとね、こう感じるなと、タイヤの部分からですね。で、そういった程度の感覚です。で、全然ね、不快とかではないです。ただね、この辺の乗り心地の感じ方は個人個人の好みですので、キビキビ走りたい方には LBX の乗り味っていうのはね、もってこいだなと思いました。で、ハンドリングもしっかりしてて、操舵性もね、問題ないと思います。で、NX と比較すると、少しね、ハンドルが軽いんじゃないかなって、そういった気がしました。ですので、女性でもね、あのハンドルの重さは結構運転しやすいんじゃないですかね。最小回転半径も 5.2 メートルですので、めちゃくちゃね、小回りの利く車なんですよ。で、これならね、どんな道でもね、スイスイ走れちゃいますね。メーターも 12.3 インチのフル液晶メーターですし、ヘッドアップディスプレイをオプションで付けることもできます。そして、プロアクティブドライビングアシストを筆頭にしたレクサスセーフティープラス、最新世代がね、搭載されてますので、予防安全装備は間違いなくトップクラスの技術が盛り込まれています。で、安全性能、運転のしやすさで言えば、間違いなくですね、LBX はこのクラスで最強コンパクトカーだなと私は思います。続いて4つ目。インテリアの質感についてです。ここも私個人の主観でね、大変恐縮なんですけど、あくまで LBX の内装の質感は、このクラスの国産コンパクトカーとしてはね、めちゃくちゃ高いと思います。マツダ3とかオーラとか、そういった車両も質感は高いとは思うんですが、私はね、LBX の方が好みではあります。ドアトリム部なんかも大部分はね、ソフトパッドとスウェードで構成されてますし、スイッチパネルとかドリンクホルダー、シフト周りなんかもパネル化色されてます。シート素材に関してもセミアニリン本革とウルトラスウェードのコンビシートを採用してます。
ハンドルもしっとりとした触り心地でね、少し柔らかめのね、本革巻きのハンドルとなってます。細かいところで言えば、ウィンカーの質感なんかも NX や RX とね、全く一緒なんですよ。SUV の中で一番小さいサイズなんですけど、使用している素材にね、妥協は一切ないんです。このデザインと質感の高さが高級コンパクト SUV たるゆえんかもしれないですね。私も含めて世間では助手席のパワーシート、電動テレスコチルト、ベンチレーションといった高級車の3種の神器って言えばいいんですかね。そういった装備が非装着なのはダメだみたいなね、そういった風潮が一時期あったんですけど、鍛え抜かれたね、光合成のボディで、そのボディの軽量化、ハイパフォーマンスなハイブリッドエンジン、高い静粛性、そしてこの質感の高い内装で、さらにそこにレクサスの先進予防安全技術までも搭載して、これで460万円からとなってますので、むしろね、めちゃくちゃ頑張ってんじゃないのかなと思いました。で、今後 LBX もね、年次改良が実施されると思いますが、私としては、車両価格がね、多少値上がりしてもいいので、ぜひね、この3種の神器の搭載、パワーシート、電動テレスコチルト、ベンチレーション、どれか一つでも別にいいんですけど、そういった装備をね、搭載、もしくはオプション設定をね、していただきたいかなと思います。で、私もね、そう思うと思われる方、ぜひね、いいねで反応お願いします。最後、5つ目。車両の価格設定についてですが、これはね、ちょっと先ほどフライングで伝えてしまったので、私の結論だけね、お伝えしようと思います。LBX460 万円っていうのは妥当ですし、その価値はね、全然あると私は思います。先ほどお伝えした内容以外でもですね、アダプティブヘッドライト、コーナリングランプとかね、そういった透過類も全て標準でついてきます。マイレクサスアプリも3年間無料。そこにメンテナンスもね、回数の解約がね、この間あったんですけど、それでもね、メンテナンスプログラムが3年間は無料でついてきます。そして、オーナーズカードを手にすることによって、オーナーズラウンジも無料で利用できます。で、車両の性能だけではなくて、それ以外の付加価値の部分ですよね。レクサスならではの保証内容も含めて、それも全部ワンパッケージで460万円なんですよね。で、そう捉えると、460万円っていう価格自体は、そこまでね、この LBX、高い金額設定ではないんじゃないかなと思えてきませんか？ということで、今回は新型レクサス LBX の試乗インプレッションを私独自の目線で評価させていただきました。いかがだったでしょうか？で、今回も車好き素人がですね、好き勝手いろいろと喋ってしまいましたが、最後までね、ご視聴いただき本当にありがとうございます。LBX マジでいい車でした。個人的にはね、UX より LBX の方が好きなんですよね。で、気になっている方はね、ぜひネットで試乗予約して販売店に足を運んでみてください。購入検討してらっしゃる方で、名古屋地区周辺の方、マイディーラーでよければ推しの営業さん紹介しますので、概要欄チェックしていただいてですね、ぜひ DM 送ってください。つながさせていただきます。このチャンネルはレクサス関連の情報ですとか、チャンネル独自の比較系動画配信しております。よかったらチャンネル登録で応援してくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。